こちらです。もうゴシゴシするんじゃなくて、お顔に匂いはめっちゃいいですせとお財布には優しいかなっていうので、一言で言うと浸透力抜群です。皆さんこんにちは、バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さあ今回は私バルちゃんのスキンケアルーティンをお送りさせていただきたいと思います。それに加えて私が普段使用しているスキンケアアイテムも同時に紹介させていただきたいと思います。ただ今回はスキンケアの動画が初回になるので、一軍のスタメンメンバーを待機させておりますので、参考になるかは分かりませんが、最後までご視聴いただければなと思います。それではスタートです。それですでにもうクレンジングと洗顔は済ましてまして、でクレンジングで使ってる商品はこちらです。無印良品さんのマイルドオイルクレンジングっていうのを使ってます。それと洗顔料についてはカネボウさんのスクラビングマットウォッシュっていうのを使ってます。はい、この2本です。で洗顔料自体は100均とかで売られている泡立て器を使って、その泡をもうゴシゴシするんじゃなくて、顔全体にこうソフトに塗ってあげて、だいたい30秒から40秒ぐらい放置して洗い流すっていうのをやってます。で十分このカネボウさんのスクラビングマットウォッシュだけで、皮脂とかも洗い流せれるんですけども、特に私汗っかきでもうすぐに油ぎっしゅになったりするので、さらに言うとここの鼻の溝、ここが皮脂がすごい溜まりやすくて、でニキビができたりとかもするので、ちょっと細かいところとかも隅々まで洗い流したいっていうのもあるので、ゴシゴシすればいいんですけども、やっぱり肌へのダメージっていうのがあるので、オイルクレンジングを使って洗い流したりしてます。そうすることで皮脂とか角栓を洗い流して、で毛穴の詰まりを防いでそうすることで、その後の化粧水を入れることでその成分がすごく入りやすいので、もう洗顔、クレンジングも合わせて、やっております。それでは続いてのアイテムなんですけども、こちらです。カネボウさんのフュージョニングソリューションという美容液になっております。で本来スキンケアのルーティンとしては洗顔をして、クレンジングもして、でその後導入化粧水を塗って、で美容液を入れて、でそこにクリームとか乳液でカバーして日焼け止めをするという流れだと思うんですけども、こちらのカネボウさんの商品は洗顔の後に塗る導入美容液になってます。見た目としては蓋と容器がこう互い違いになってて、個人的にはおしゃれな感じなんですけども、開けると一応プッシュ型になってます。で説明書では手のひらに3回123プッシュして、で手のひらで伸ばして、それでハンドプレスで内側から外側にこう引き伸ばしていく感じですね。でそのままぐーっと押し当てて、本当はね1分ぐらい押し当てたいんですけど、そんな時間ないと思うんで、20秒から30秒ぐらいでいいかなと思います。という感じで塗ってます。この美容液との出会いは去年の8月にカネボウさんの店頭で商品を探してた時とかに、スタッフさんがまだ販売されてないけど来月こういうのが出ますというのでテスターで使わせていただいて、でその時の感想としてはすごいリラックスできるような匂い、この商品自体も匂いはめっちゃいいですせっていうのを推してるぐらい、とにかく香料は良くて、使用感としては、実感できるぐらい肌への浸透っていうのが、感じ取れたっていうのもあったので、せっかく紹介していただいたっていうのもあったんで、翌月に販売当日に購入させていただきました。で効果としては即効性については中ぐらい、すぐにっていうのはあまり感じ取れないかもしれないんですけども、だいたい 3,4 週間ぐらい使い続けたら明るくちょっとワントーンアップした感じの効果が得られるのかなと思います。なので継続して使うことで明るさとかキメとかツヤがもう肌身に感じることができる商品だなと思ってます。それで個人的に好きなのが、このカネボウさんの商品のコンセプトが幸せの時の肌が一番素敵だよねっていう言葉があるんですよ。例えばですけども、他の商品とかの見せ方として
透明感とか美白とか肌年齢を下げるとか、そういう言葉を使ったりもしてるんですけども、金坊さんはそれをもう一括り幸せという言葉を使って一つのジャンルとして表現してるのが、私個人としてはすごく共感できるというか、全然普段はリア充でもなく幸せは感じ取れてないんですけども、この金坊さんのおかげで多少の幸せも感じることができておりますという商品です。ぜひ一度は手に取って使ってみていただければなと思います。金坊さんのフュージョニングソリューションです。はい。続いて化粧水なんですけども、こちらです。無印良品さんの発酵導入化粧水です。本来は蓋の部分は垂らすタイプで販売されてるんですけども、私は個人的にスプレータイプに変えてますので、このままふっかけていきます。もともとこの商品、去年ぐらいに SNS とかで大バズりしてでいっぱい売れた商品っていうのは聞いてるんですけども、でこの商品自体はセラミドが配合されているので、保湿力はもう抜群に高いものだと私は思ってます。結構その評価としては賛否両論あるんですけども、私はもうやっぱ乾燥肌なので、これ一本で十分賄えるっていうぐらい保湿力は高いなと感じてます。本当はその後に美容液とかも塗ったりとかいろいろした方がいいとは思うんですけども、もう疲れて帰ってきて時間もない、スキンケアするのも時間かかるからめんどくさいっていう方はその日とかはもうこの発酵導入化粧液だけで十分賄えるのかなと思います。お値段も2000円以下でリーズナブルなんで使いやすい商品かなとは思います。はい。続いての商品なんですけども、こちらです。資生堂さんのリバイタルスキンハイドレーターです。でこれはもう一言で言うと浸透力抜群のアイテムになってます。もうこれはだいぶお世話になっている商品です。500円玉ぐらいの大きさで垂らして、でもこれも圧をかけながら塗りたくってます。そう、さっきの導入化粧水1本だけでも、めんどくさいっていう方はそれ1本だけでも賄えるとは言ったんですけども、今日はちょっと塗るのめんどくさいなっていう時は、今はほとんどないんですけど、導入化粧水の後にこのリバイタルを使って、その日はごめんなさいって言ってスキンケアを終わらしたりすることもあるんですけども、でこれを塗ることで、例えば下手くそなんですけど、もう乾いた土に急に草とか木が一気にバーンって生えるぐらい、肌質への効果っていうのは実感できる商品かなとは思います。特に私みたいな乾燥肌とかには向いている商品とは書かれてるので、加齢とかでもそのスキンケアの浸透とかが弱くなるっては言われてるので、そういった方向けにはこれはいいのかなとは思います。はい。続いて乳液なんですけども、こちらです。エリクシールさんのルフレバランシングミルクです。これはもう私長年愛用している商品で、もともとエリクシールさんの商品、化粧水、美容液でこの乳液もそうなんですけども、全部揃えてたんですけども、この乳液だけはもう長年愛用している相棒みたいなアイテムです。本当はコットンとかに垂らして顔につける方がいいんですけども、ちょっと私の場合は手のひらに垂らして、全部の商品そうなんですけども、それでやらせていただいてます。特に乳液については一番スキンケアアイテムの中で消耗が激しいので、このエリクシールさんの商品はだいたい3000から4000ぐらいかな。安価なものが多いので、消耗が激しい分、ちょっとお財布に優しいかなっていうのでずっと愛用しているアイテムですね。はい。それで今回はちょっと使ってないんですけども、顔パックなんですが、夜ではルルンさんの EX フェイスマスクっていうのを使ってます。で、顔パックは夜よりも朝の方が使用頻度が高くて、で朝はルルンさんのプレシャスっていう私の美の勝手ながらの師匠であるめぐみさんが紹介していた商品なんですけども、それをだいたい週6日ほぼ毎日使ってます。で
スキンケアについては夜よりも朝の方が結構傾注してる部分があって、その後に仕事、夜まで仕事をするので、その間スキンケアをしてないので、なので朝にも集中的に保湿力を高めて、で夜まで持続させてるっていう感じで、顔パックはほぼ毎日朝に使ってます。はい。で、夜のこのルルンさんのパックについては、だいたい週によくて3ぐらいっていうので、ちょっと頻度は少なくて、今回は使ってないんですけども、これもおすすめです。はい。で、最後になるんですけども、顔ではなくて、頭、髪の毛ですね、に、このオージュアさんのヘアトリートメントを使ってます。このオージュアはもう5年ぐらい使ってるんですけども、自分の友人にもう美の業界では有名なミルボンさんの会社の営業をしてる友達がいまして、でその子から紹介してもらって、でもうそこからずっと愛用し続けてます。いろんなカラーでいろんな種類のタイプがあるんですけど、この赤のアクアビアっていうのを使ってます。髪の毛も短いから2プッシュぐらいで賄えるんですが、こう全体に分け目も気にしながら塗りたくって、でこれ自体香りもすごいツンツンとした感じじゃなくて落ち着くような、なんかリラックスできるような匂い、ちょっと表現が全然できなくて申し訳ないんですけども、私個人的にも好きな匂いで、この匂い自体は抵抗もなく、口コミとかでもそんな悪い評価もされてないので、ぜひつけてみて香りとともに楽しんでいただければとは思うんですけども、はい。ちょっと顔と頭ということで紹介させていただきました。はい。ということで、ちょっと短くはなりましたけども、顔テカテカやな。参考になるかは全然わかりませんが、私が今現在使っている、一群のラインナップとなっておりまして、また皆さんからも普段使っている化粧水でおすすめのものとかがありましたら、ぜひともコメント欄でお教えいただけるとありがたいなと思っております。またおすすめの商品とかが出てきましたら皆さんにも紹介したいと思うんですけども、なんかちょっと別でドラコス商品のみのスキンケア紹介とか、そういったジャンルに絞って動画にするのもいいかなとは思っておりますので、また引き続きお楽しみいただければなと思います。はい。ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。